あれがね、目的のね、建物だと思うんですよね。行ってみましょう。しょ。しょ。到着しました。ここですね。あれ、これ2回目なんですよね、ここ。2年ほど前に。前何にも感じなかったんですけど、今ここに来たら続々来る。なんやろ。雰囲気変わってるぞ、これ。ほとんど崩れてないです。ほぼ一緒ですね。トイレですね、これね。トイレですよ、これ。この階段崩れて落ちてますね。いや、前からあったんか、これ。なんかすごいザーッとくるのは以前と違う。少し屋根がね、天井が崩れてますよ。前はね、これ崩れてなかったんです。
これもね、ブラザー脱水機ね、万引きですよね。すごいね。よいしょよいしょよいしょ。これ二層式って書いてあったかな。何今の何今のうわって言ったけど、なんか当たったかな。この音じゃないな。さあこっちですね。あんまり壊れてないか。うわざわっとくるわこれ。前よりちょっと。はい、出てきましたね、一件ね。読めないですね、薄くて。決断する日迫る、ね、何が迫るって、一人様に、これなんて書いてあるの、近い一人様に一人様に近年近寄ればね、ちょっと読めないですね、薄くてね。なんか自殺をほのめかすような、自害するようなことを書いてるのかな。なんか気持ち悪いですね、ここね。自害するっていう意味かな。なんか気持ち悪いですね、ここね。自害するっていう意味かな。何が書いてあるのかわからないんですけどね。ちょめ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 、非か不明。部外者はちょめちょめ、非か不明。ちょめちょめごちょめちょめ、非か不明。ちょめちょめ、ナイガス用の薬物で迫られ、4か年、四季迫る、1かかる、1
頭に近寄ればちょめちょめ非か不明決断するひせまる。これ何ですかね、この部屋。なんかね、広告がいっぱい貼ってあって。まだそのまま残ってますよ。これに食料を蓄えてどうのこうのって何かを決行するとか書いてありましたよね。なんかすごい反社会的なことを考えてたのかな。今ね、続々感とかね、特に霊的な感覚がね、薄いんですよね。もしかしたら、あまりここには、もしかしたら、霊っていうものがより集まっていないのかもしれないですけど、変な落書きあったじゃないですか。あれが気になりますよね。で、もう一つね、やっぱり気味の悪い家っていうのはね、どういうところかっていったら、この向こう側にある部屋なんですよね。これトタンでね、封鎖してあるじゃないですか、これね。本来これね、縁側への廊下なんですよ。これね、本来ここ縁側で、これ縁側ですよね。で、廊下なんです、これね。で、そこもトタンでしょ。ね、封鎖してあるんですよ、これ。ね。なんか、いろはとか書いてあるな。書いてある、なんか、子供の落書きですね、これね。よく見たらいっぱい書いてある映画ね。で、ここは、縁側なんですよね。で、そこをね、わざわざ封鎖してるんですよ、これ。気味悪いんですね、そういうところがね、この家。ね、で、わざわざここもね、切り取ってあるんですよ。こっからね、出入りするようになってるんですよ。おかしいですよね、ここね。で、ここが、おそらくね、結婚するって書いてあったんで、それをやる場所だろうと思います。床抜けてるんでね、入りたいんですけどね、この狭さね、入れないんですよね。ちょっと入ってみましょうか。本来ここね、これ縁側のね、木の戸なんですよ。で、こう縁側の廊下だったんですね。そこをわざわざ改造してね。で、ここもね、本来、これ崩れてるから潰れてるんですけど、ここね、閉じてあったはずなんです、これ。で、これね、ドアになってんのかなと思ったけど、なんかね、そこのね、板で固定されてるんで、これドアではないんですよね。こんな状態なんでね。でもここね、穴開いてるでしょ。穴開いてんじゃなくて、これ外れてるんですね、板がね。この板がついてたんですね。この板がね。
入ってみました。これね、床抜けそうで怖いんですけどね。で、ちゃんとね、ここにね、ライトあるんですよ、これ。でね、壁がね、なぜか広告。これ何書いてるかわからないですね。なんちゃら駅とかって書いてあるんですけどね。広告が貼ってあるんですよ、これ。天井。で、ここに布団引いて寝てたんでしょうね、これ。で、ここで、本当にここで自決したんだったら、僕今入ってるのすっげえ怖いんですけどね。ここもなんか書いてるでしょ、これ。追い込み、なんて書いてあるんですかね。追い込み、ガス銃で撃ち込む。追い込み、ガス銃で撃ち込むとかってね、何のことかわかんないですけどね、相当ね、何か思い詰めたことをね、考えてたんだと思うんです。こんなとこで作ってね。うわ、ゾクゾクするわ、ここも。すごいな。そこ向けて、これ布団なんですよ、これね。これ布団なんですよ。ここで寝てた、ね、ここで寝たり起きたりしてるわけじゃなくて、ここでやろうと思ったんじゃないかなと思います。でもね、ここでっていうか、まあその自決とかね、そういうニュアンスのこと書いてあるんですけど、実際やってないんじゃないかなっていう感じはあるんですよ。ここから出入りしてたのかもしれない。ここは切り取ってあるでしょ、これ。ちゃんとね、ノコギリでね。でも凄まじい念をね、この家にはい。すごいでしょ、ここ。まあ、相当世の中にね、恨みを持って生きておられた場所なんですよ。で、この隠し部屋でしょ。すごい家ですね。すごいゾクゾクするわ。誰か声とかね、姿とかなんか、体の一部でもいいから出してもらえません？なんかもう、映ってもおかしくないんじゃないかな、こういうとこね。お願いですから出てきてもらえます？もう手とかもう足とかだけでもいいっすよ。もう、それだけでいいんで。妻を隠す
妻を隠すとは監禁したのか、それともちょめちょめして隠したのだろうか。年月日がわかんないね。1980年って書いてありますね。はい。それではね、ちょっとね、出てみたいと思います。これね。これは少し倒れてますね。まあ、倒れてなかったんですけどね。なんか言うたい。なんか言うたい。なんか言うたい。これは下の地面の音か。なんかもう分からなくなってくるね。雑音だと思っていたけど、なんか所長とリアル会話してる。そして結婚なのか結構なのか聞き取りにくいけど、この2つのキーワードは今回重要なのです。ここにもね、なんか書いてあるの。冷蔵庫ですね、これね。特に何も入ってはないです。飲料水、食料品、以上十分警戒すること、人様に接近すること。明日のちょめって35ちょめ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 以下不明。
中が抜けてますね。いけるかな。カセットテープね。もう顔がないですね、この人形ね。もう顔がないですね、この人形ね。もう顔がないですね、この人形ね。あ、前よりなんか感じる。気持ち悪い。前全然だったんですよね。前全然気持ち悪いって思わなかったんです、ここ。今日はなんか。うわ、呪いの言葉みたいな感じですね。スプレで毒ガスかける。4か年5ヶ月過ぎ去る。大変苦しんだ。今後最重警戒。食事にも十分警戒する。うわ、今日こっちからね、ズワーっと来るのよ。前はね、全く何にも感じなかったのに。なんだこれ。突然ここね、2回目来たくなったっていうのも変なんですけどね。僕、めったに来ないんですけど、呼ばれてる感じがね。うわー、すごい気持ち悪い、ここ今日。うわー、なんだこれ。ものすごいちっちゃい家なんですけどね、これね。
し残留物は後編狂気の家真相を見てみてください。指導ね。遺言本石地で生活始めて1年1か年になる。毎日苦しい中でそうして山の手入れも全部終わり、これで心にかかることもなし、静かに考えるによくも4年5ヶ月、体持ちこたえたものと思う。体の限界感じる。いつ死んでも心残りはない。最初の事件の仕掛け人重子、ずるい2人殺して自分も死んでいく。なんか手紙かな。遺言の紙面は解読困難ですが、後編狂気の家真相で見てみてくださいね。身体障害者って書いてありますよ、これ。身体障害者の。ああ、そうなんや。なんかね、障害を持っておられたような、そういう人がいた。女の人ですね。毒ガスっていうのはそれのことを言ってるのかもしれないね。この声は何度聞いてもずるいという名前に聞こえてなりません。遺言に出てきた男性の名前です。今回の家の重要な人物なのです。この人物については後編狂気の家真相にて解明します。準看護学校。看護学校に行ってたっていうことですね。やっぱり体がやっぱ調子が悪いっていうことで、やっぱり体の調子が悪いっていうことで、そういう介護とか福祉とかそういうことの仕事に就きたかったっていう思いですかね。そんな感じがしますね。はい、これでね、
全部ね、見ました。遺言、こいつがね一番重要な遺物だと思います、これ書いた人ね、一番ここのね家で重要なエネルギーだと思うんですよ、なんか今プチッと音がちっちゃい音したな。でプチッと言ったね、ここにね全てのエネルギーここにね集まってください。前もやったんですけど、霊じゃなくて思念集めてみましょうか。ここの部屋とかね、変な部屋あったじゃないですか。ここに溜まってるね、残ってる念のね、一部をねちょっとねほじくり出せるかどうか分からない、やってみましょうか。ここの中に溜まってるいろんな思い、はい、全部ねひとまとめにしてここに来てください。はい、ひとまとめになって、はい、冷蔵庫のところの書いてある文字ね、はい、そこに残ってるわずかな思念念思い、はい、ここに来てください。はい、ここに来てください。壁に書いてあった式がどうのね結婚するとかっていうのね、はい、そこの念も、はい、こっち来てください。外のね式が近い、式とかな書いてあったでしょ。あそこの念は強いね。今そっちの念をね念っていうのをねこう探って触ってるんですけどね、割とゾクゾクくんの。こことかそのね冷蔵庫じゃない、外のね壁のやつが結構ね念がくる。はい、それ来てこっちに、そのねここに集まってください。はい、ひとまとめに、はいはいはい、今ゴクンって言った、なんか音聞こえましたよね、コトンって。向こうからなんか動き出した。こっち来てください。ここね、はい、全部集まってここに一塊で来てください、男とか女の子なんかわからない、こう人型のねこんなねボーリングのねピンみたいなのちょっとぶっといのようなね黒い、ね、こんな形になる。何やこれ、ちょっとねそれ聞いてみようか、何言ってるのかね。なんか言いたいことがあった。なんか許せんとかね許さんとかなんかねそんなこと言うてるわ。何に怒ってんのやろうね。何に怒ってんのか。私の知らない情報を教えてください。私の知らない情報を教えてください。なんかことんと言った。結構頑張って生きてこられて、で分かんないですよ。見えるだけで形として見えるのはそのさっきのこうこんな黒いペ瓶みたいなね、瓶じゃないわ、ウイスキーのボトルみたいな形のね人型みたいなんですけどね、日本人形みたいな姿に見えるんですよね。結構気持ちの悪い、別にその日本人形がここにあるわけじゃないんですけどね、
なんかねそういう日本人形のねなんか菊人形みたいな姿にねなる。なんでそんなんなるのか全然わかんないですよ。なんでそんな姿で見えるのかわかんない。でもねそうなの。歯向いてね目ギロッとしてね、すごい形相でねこっち見てる、その形に変わるんですよ。なんなんそれ。頑張って生きてきたのに報われなかったっていう気持ちがあるのかな。それであんな恨み事を書いてるみたいなね、そんな感じ。はい、ありがとうございました。女の人じゃなくて男の人が書いた、家族のね本人じゃない誰かが書いた。残留物から女性とシミが書いたと思っている所長。しかし感じたのは男性の面だった。なんか、運命を呪ってるようなそんな感じがありますね。ここに集まってください。もうそこのね部屋からスプレーとか式とかね、もう全てのエネルギーね、この書いた人ここに来てください。エネルギー集まってください。何かね形になって出てきてもらえますかね。無理かな。今回はこの家にまつわる重要な遺物、遺言から思念を読む試み。ちなみに所長はまだ内容を読んでいません。エネルギーね、もう全部ここ来てください。この部屋にここに来てください。ここにね。前はね、僕の妄想かもしれないですよ。前はなんかね日本人形みたいな姿が出てきたんですよ、このエネルギー集めるとね。で今回ね、さっき外でねちょっとエネルギー集めてみたんですけど、イメージはね正座してるおばあさんですよ。まあ着物着てるから日本人形とか一緒かもしれないですけど、雰囲気はね。なんかおっしゃりたいことあります？何かね、体の一部でもいいや。形じゃ、形がしっかりしなくてもいいです。何でもいいです。形になって現れてもらいます。ここに集まってください。ここに形になってね現れてもらえますからね。どっかにどこでもいいです。この部屋の中のどこでもいいですから、形になって出てきてください。でね、苦悩の感情がねバーッと入ってくる。苦しかったよね、俺ね。4年間4年数ヶ月ね、そこに書いてあるけどずっと苦しかったよね。ここにいてね、ここに来てからって書いてたよね、これにね。苦しかったよね。その思いは言えたかな。まだ苦しいまま恨んでたんじゃないかなと思う。うって言った今こっちで聞こえたよ。その部屋いるの、その部屋に。うって聞こえた女の人の声が口から聞こえた。
まあでもね、その自分の運命とか境外とかね、そういうのをね恨み始めるとね、これね本当にキリないんですよ。本当にキリないの。わかるよ、わかるよ、それすっごく。なんでそうなのかなって、自分だけね、なんでそうなのかなって思うよね。わかるよ、それすっごくね。ね、その苦しみからね抜け出すってね相当なんですよ。簡単じゃない、ね、一人じゃ無理なんです。それはね、誰かねやっぱり寄り添ってくれないとね、それは難しいんです。だからよく自分でね命と当たれる人いるんですけど、よくねその一般的に、死ぬ気があったら何でもできるって言って違う、死ぬ方が楽なんです、ね、それみんな分かってるかな。でもその覚悟ってね相当大変なんですよ。エネルギー、爆発的なエネルギーがいるんですよ。ふわーっとね死んじゃう人はもうその、ね、うつ病とかでねいるんですけど、これだけのこと書いて自決しようっていう人っていうのはねものすごいエネルギー持ってるんですよ。すごいんですよ。で結局亡くなやってないんじゃないかなって僕は思うんですけどね、感じるんですけど、でもその思いをずっとねこう持ち続けてるっていうのはねものすごいパワーなんですよね。すごいんですよ。なかなかねそこから解放されないっていうね。わかります。すっごくよくわかります。その後幸せになれましたか？なれなかった？なれないままで終わっちゃった？なんで私だけそうなるのかなってね。みんなもっと不幸な人いるよっていうそんなことはね関係ないんですよ。他の人から見たらね、まだマシじゃんって思えるようなことでもね本人からしたらね重大なことだったりするんでね、自分の尺度でそれはね話したりとか説明できないんですよ。あんまり大したことがないと思ってもね、他人が見てもね、本人からしたら絶望的なことっていっぱいあるんです。そういう気持ちがね分からないと、やっぱりね人もね魂もね癒せないです、まあ今日はねだからそういうのでね少しこれをね理解するためにねもう一度ここに連れてこられたんじゃないかなって思うんですよね。この遺言っていうのを編集中にちらっとね見て気づかなければここ来てないんですよ。心霊のね心霊現象うんぬんっていうよりもうこれ僕は今回これなんです。この遺言っていうものの存在をもうちょっときっちりとね認識したかった。それでやってきました。はい、そんな感じですね。そしたらねそろそろ帰ります。いいですか？何かね残すことがあればビデオ回ってるんで、もう恨み事でも何でもいいですよ。思う存分喋ってください。伝えてください。みんなに聞いてもらうとね楽になるからね。苦しい思いってねみんな理解してくれるんで心配せずに出てきて喋ってください。もうねその思いをみんなに伝えて、そうしたら楽になるよ絶対に。間違いなくね。次回の遺言の解読、これは無の言わぬ魂の
代弁だと感じる所長であった。だから僕はもう今日はほぼここのね、そういう苦しみのエネルギーを供養しに来たようなもんです。その苦悩の思いは次回遺言の中で全てを公開いたします。それが今回の動画の意義だったのかもしれません。はいはい、それではね、これでね終了したいと思います。あまりこういう変わった物件ってねないんですけどね、またね面白い物件があればね紹介していきたいと思います。はい、それではね、これからもねジャンクヤード TV ねよろしくお願いします。はい、それではね失礼します。はい、人形そこに落ちてましたね。それでは帰りましょう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 。いや、もう帰ります。